さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは残像のエフェクトについてです。プレイヤーや敵ユニットなどが移動しているときに残像のエフェクトを表示すると高速で移動している感じの表現ができますね。残像のエフェクトは移動ルートに表示されるので、高速で移動した場合でもプレイヤーの位置を見失いにくくなります。以前の配信で緊急回避のアニメーションを作成したので、今回は残像のエフェクトを追加したバージョンを作成してみました。今回のサンプルではパーティクルシステムを使用して残像のエフェクトを作成することにしました。ということで、まずは上部のメニューからパーティクルを作成します。今回は残像のエフェクトを作成するので、パーティクルの出現位置を固定して拡散しないようにします。スタートスピードを0にすることでパーティクルがその場にとどまるようになりますね。シェイプモジュールでパーティクルを放出するときの形状を設定できます。今回はシェイプモジュールを無効にして出現位置を固定しました。シミュレーションスペースをワールドに変更することで、プレイヤーが動いてもパーティクルがとどまるようになります。これでパーティクルが拡散しないようになったので、続いては残像のテクスチャーが表示されるようにします。右クリックのメニューから新規でマテリアルを作成しました。今回のサンプルではシェーダーをアルファブレンドにしています。パーティクルテクスチャーに残像として表示する画像を設定します。今回はプレイヤーの輪郭線を抽出したような画像を用意しました。これでパーティクル用のマテリアルが作成できたので、パーティクルシステムのレンダラーに設定します。ゲーム画面を確認すると、残像のテクスチャーが表示されました。ここからはパーティクルが表示されるタイミングを設定します。今回の場合だと高速移動のアニメーションの長さが 0.3 秒なので、デュレーションとライフタイムは 0.3 秒にしました。高速移動のアニメーションを再生している間だけ残像のエフェクトが表示されるようにしたいので、ループは無効にして自動でパーティクルが再生されないようにしました。マックスパーティクルのプロパティでは同時に存在できるパーティクルの最大数を設定できますね。エミッションモジュールでパーティクル放出のタイミングを設定できます。左のような感じでパーティクルを放出する時間と数を指定しました。今回の設定では急加速する高速移動のアニメーションに合わせて 0.1 秒の間にパーティクルが4個放出されるようにしました。最後はパーティクルの色と透明度を設定します。今回のサンプルでは左のような感じで
パーティクルの透明度だけ変化するようにしました。残像のテクスチャーがフェードアウトするような感じですね。とりあえずは残像のパーティクルが完成したので、プレイヤーユニットのコオブジェクトとして配置しました。パーティクルの描画順を変更して、プレイヤーよりも奥に表示されるようにしています。今回の場合だと、プレイヤーが高速で移動するタイミングに合わせて、パーティクルを再生することで、残像のエフェクトを追加できますね。とりあえずは残像のエフェクトを表示する準備が整ったので、エディター上で動作を確認してみます。今回の作業で高速移動のスキルを追加したので、カスタマイズ画面でスキルを選択できるようにしました。デフォルトのスキルはレーザーですね。スキルを発動するためにはゲージを貯める必要があるので、リズムに合わせてボタンを押してスキルゲージを貯めます。残像のエフェクトが表示されましたね。プレイヤーの入力に応じて8方向に高速移動できるので、敵ユニットの配置が悪くてもある程度は対応できそうです。残像を表示することでスピード感を演出できますね。ということで、本日はパーティクルシステムを使用して残像のエフェクトを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。